はいどうもどうも。今回は腕時計のレビューをします。それで取り上げるのはこのシチズンの新作モデルです。最近発売されたシリーズ8っていうラインの一つで、型式は NA100517L です。最近は動画の内容が成功にちょっと偏りすぎてたので、同じ国産ブランドっていうことでシチズンを選んだっていうのがあります。で、腕時計の単なるレビューっていうだけじゃなくて、シチズンっぽさ、シチズンの良さっていうのもね、一緒にお伝えできればなと思ってます。小難しい話は後に回して、このモデルのレビューを一通りやります。まずは全体の印象についてです。見ていただくと最初に注意が惹かれるのは特徴的なベゼルのデザインだと思います。で、通常は一つのパーツでできているベゼルが2つのパーツを組み合わせて作られています。一方は通常のステンレスで、もう一方はダークブルーのメッキがされています。で、こういう二体構造のユニークな見た目なんですが、このベゼルと合わせて見てもらいたいのがラグ部分にちょこんとはみ出しているエンドピース部分です。この四角のエンドピースがダークブルーのウレタンバンドの間にあって、ベゼルの作りと対称なすデザインになってます。ベゼルは水平方向、エンドピースは縦方向に流れを作っていて、言うならば十字を切るような形です。しかも幾何学的なだけじゃなくて、ベゼル部分はシルバーの間にダークブルー、エンドピースはダークブルーの間にシルバーっていう感じで、色味や質感が切り替わった組み合わせになってます。で、これにね、おって思ってね、これ買おうってなったんですよね。で、このモデルは色違いで黒と白があるんですけど、両方ともね、ステンレスブレスが採用されてます。なので今画像で出してるような感じで、垂直方向のねデザインの流れが全然目立たないんですよね。で、これなんでやろうなと、これもったいないなみたいな感じで私思うんですけどね。で、思い切ってこれ黒と白もウレタンバンドをねメインにしてステンレスブレスが付属するみたいなやり方もあったんじゃないかなと勝手にね思ったりしてます。続いてケースです。ケースは平面が主体で、滑らかな曲線っていうのは一切使われてません。で、ケースのデザインはどことなく1970年代っぽい感じがあります。角張っててちょっといかつい感じです。で、とはいえそれだけじゃなくて、ちゃんと現代的なアップデートもされてます。どういうことかっていうと、ベゼルの面取り部分、それから正面から見てサイドの傾斜になってる面がポリッシュされてて、綺麗にね光を反射するようになってるんですよね。で、ここ、それから、ここですね。で、正面から見てもらうと、ケースとベゼルのメインの部分は細かなヘアラインで、境界面が鏡面仕上げなんですよ。で、これのおかげでベゼルケースの境界が光を反射して輪郭線が飛ぶんで、キリッとした印象になってます。またベゼルのダークブルーのメッキ部分は少しぬめっとしたテカリがあって、そこもアクセントになってます。こういう感じで少し距離を離してみると、腕時計全体が水で濡れたような、水をまとったように見えるんですよね。これ分かりますかね。言いたいことはねなんとなく分かってもらえると思うんですけど、で、艶消しと鏡面を組み合わせたケースっていうのは別に珍しくもないんですよ。それでもこのモデルについてはその使い方が計算高いっていうかね、雰囲気を作り上げるところまで持っていってるっていうのがね素晴らしいなと思いました。ここまで腕時計の全体的なデザインの話をしました。ここから少し細かな部分を見ていきましょう。まずは文字盤です。カタログとかウェブサイトで画像を見るとね、文字盤もベゼルもストラップも鮮やかなブルーに見えるんですが、実際はダークブルーで、シンプルで落ち着いた色味になってます。で、これは室内で見るからそう見えるっていうだけじゃなくて、太陽光に当ててもねそれほど印象は変わりません。それで文字盤で言えば、バーのインデックスがちょっとニヤッとする作りになってるんですよ。パッと見シンプルなバーが並んでるだけって思うかもしれないんですけど、よく見るとバーが2種類あるんですよ。
で本当にこうまっすぐなバーとわずかに角度がつけられて中央に線の入ったバー、この2種類があって、それが交互に使われてます。これは注意して見てみないとわからないぐらいの差なんですけど、奇数がシンプルなバーで偶数はわずかに尖って中央に線の入ったバーです。バーのインデックスの文字盤っていうのはシンプルで単調になりがちなところがあって、それを避けるためにね、こういう仕様にしてるのかなと思います。シンプルでいてかつ単調さを感じない、そういうことですよね。そして文字盤の文字表記も最小限で、12時1のシチズンのロゴ、6時1にはシリーズ8のロゴとオートマティックの文字が入ってます。3つとも書体がそれぞれ違ってて、特に目立つのはシリーズ8のロゴじゃないかと思います。シリーズ8のロゴはバーダナっていう書体が使われてます。これはこう格式の高さを感じる書体ではないですよね。腕時計のデザインに対してちょっとポップすぎるようにも見えるんですけど、よく言えば親しみやすいロゴになってて、かっちりした全体のデザインに対してこう力の逃げ場みたいなねものかなと思います。でそれで使ってる自噴芯は先の方まで結構太めで力強くて、こうケースに合わせて直線的でピシッと見えるデザインが採用されてます。それで自噴芯をパッと見るとこう山形で折った作りのように見えると思います。こう見てもらうと陰影がついてるように見えますよね。でも実際はこれ平面なんです。こう立体的に見えるように自噴芯の半分は鏡面仕上げ、半分は艶消しにして、こう質感をね半分で変えてるんですね。でその効果で視認性が良くて鋭く尖ったこうキリッとした見た目になってるわけです。正面からはだいたい見ていったので、次にケースサイドと裏側を見ていきましょう。ケース側面は特にこれといって変わった趣向っていうのはありません。強いて言えばケースの横が縦方向のヘアライン仕上げで、ラグの横が横方向のこうヘアラインになってるぐらいです。こう目が細かなヘアラインなんでパッと見でこう判別できて質感の違いが出るっていうほどではないです。でそれからリューズも特にこうマークが入ってるわけではなくてプレーンなヘッドになってます。こういう感じでケース側面はね結構素直な感じです。では次に裏側も見てみましょう。シースルーバッグが今はかなり多いですけど、これはソリッドバッグです。対峙性の問題もあったんだと思うんですけど、シースルーバッグにこだわりっていうのは私ないので、これで十分ですね。もし対峙性の問題がなかったとしても、厚みを考えると無駄にねシースルーバッグにするよりこのソリッドバッグで良かったんじゃないかなと思います。今でもね厚さがめちゃめちゃ分厚いわけではないんですよね。ただデザイン的にも、横からはかなりごつく見えるんで、今の厚みより厚くならなくてよかったなっていう感じですね。はい、ここまで外観のレビューをしてきました。最後に縦横それぞれのサイズを実測したいと思います。まず横は 41mm、 縦のラグの間が 48mm、 そしてエンドピースからエンドピースまでが 53mm。 サイズは現代感がある少し大きめって感じですね。で正面から見るとこうベルトに向かって斜めに角度がつけられてて、そこが艶消しでこう目立たなくなってます。でそれもあってこう大きいんですけどね、ドーンっていう感じにはなっていません。で傾斜の手前のところまでで縦の長さを測ると 42mm です。で少しね大きめなんですけど、手首り周りがねある程度あればねいけるんじゃないかなと思います。最後にその他のスペックも押さえておきます。まず防水性は10気圧防水で対峙性が高められた第2種対峙性になってます。でムーブメントはキャリバー0950が使われていて、平均日差は、マイナス5秒からプラス10秒、パワーリザーブは50時間です。で数字で確認できてこうイメージもしやすい
10気圧防水とか、精度がマイナス何秒からプラス何秒とか、パワリザが何十時間とか、そういう分かりやすい物差しだけにこだわるんじゃなくて、対峙性もねシリーズ8全体でクリアするようにしてるっていうのが私は素晴らしいことだなと思ってます。でオーバーホールした時に直呼びしてましたよなんて言われることは珍しくないわけで、気をつけててもねやっぱり直呼びさせちゃうんですよね。これは高対峙モデルっていうわけではないんで、磁力に気をつけないといけないのは変わらないんですけど、分かりやすいとこだけアピールできるスペック、そういう数値にしてね、これぐらいだったらほら皆さん満足でしょみたいにしてないっていうところがね、なるほどなってっていう感じがしました。はい、ここまでシチズンの新作腕時計のレビューをしてきました。この腕時計はスポーティーでエレガントさのあるモデルで、これは新しいジャンルっていうわけではないですよね。それでも人気ジャンルのテイストでシチズンが作ったらこうなりましたみたいな、そういうツボを押さえた感じがねシチズンらしいなと思います。でそれでツボを押さえてるんですけど、そのツボを押さえながらも二体構造のベゼルに見られるように直球ではなくて少しひねってきてるんですよね。そこがまたシチズンっぽいと私は思ってます。でそこが気に入ったわけなんですけど、おそらく結構な割合の人がもっと普通のが欲しいわって思ったと思うんですよね。そういう万人受けするモデルとはちょっと私は思えないんですけれども、言語がしづらいシチズンっぽさみたいなものがねこのモデルにはあって、それを知ってほしくて今回レビューしました。このシチズンっぽさ悪くないぞって思った方はね、実際にお店に行ったりしてね手に取って見ていただきたいなと思います。今回の動画はここでおしまいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。